こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回のゾンビ肉ラッシュで、ゾンビ肉が17枚も集まってしまいました。なんだかもったいないですね。死んでその多くをロスとする将来が確定してるものね。いえそんなことはないです。単にもったいない気持ちがどこからか湧いてくるだけです。まあともかく簡易地図です。今は10本目のスタート地点にいますが、調べてみたらリスポーン拠点からの距離が640メートルを超えていました。つまりはここはもう要塞生成エリアだったんです。で、前回お話ししたように、もし10本目を掘り切って廃坑が見つからなければ要塞掘り当てに挑みます。でも、Y 座標18の高さで要塞掘り当てられるのかしら。そこは問題ではありません。この作戦はあくまで、要塞を追っていたら廃坑を見つけてしまったどうしよう作戦ですから。そんな兄に物欲センサーをごまかせるものかしらね。なお収集ブロックの方は相変わらずです。次の狙い目は廃坑3ブロック、あわよくば青い羊毛かスポナー3ブロックという感じです。さて10分少々で、南北通路10本目最初の洞窟を掘り当てました。えらく水が流れていて、こんなにズズズっと流れているのはこの企画では初めてです。斜めに伸びてる洞窟だとこうなるわね。あや、スケルトンがウォータースライダーのアップを始めました。ここは余裕で下に掘り下げて迂回します。所持したゾンビ肉がたっぷりなので、後でジャンプして今の高さに戻る満腹ゲージ消耗分を一切考慮しません。と思って掘ってたら結構下まで洞窟が広がってました。横方向への迂回に切り替えます。さて、迂回中なのですが、先ほどの洞窟に子供ゾンビが湧いたようです。これがまたおっかないんですよね。洞窟掘り抜いた瞬間にこんにちはしそうで、ざまあです。テリーって、子供ゾンビにだけは冷たいわね。それはもう、序盤の私の天敵ですから。一つ分のブロックの隙間を入ってくる上に武器も持てて足も速いとか反則すぎです。何大股はいた？ざまあ。さて、4分ほどして迂回路から戻ってきて、先ほどの洞窟をいい感じに見通せるところにちょうど着きました。子供ゾンビは、まああれらモブと水遊び中なのでしょう。登ってこれないと見ます。さて、廃坑は情けですが、ゾンビ。まったく最近のゾンビはなんで誘導しやすいところに現れるのでしょうか。最近のゾンビは危機感が足りません。もっと自分を大切にしてほしいものです。魚また2枚ゲットですか。打ち止めはまだ先のようです。それから通路を少し掘っていたらまたゾンビが湧いたので、もう枯れるだけ買ってしまいます。よく考えるとゾンビ肉数に余裕があればハート回復にも使えるんですよね。死なずに済む場面が来るかもしれません。死んでロストした時の精神ダメージが一撃必殺レベルになるわよ。そして、またも2枚ゲットです。最近はゾンビ肉運が良すぎで不気味です。それから10分ほどして砂利が出てきたところで、通路上にクリーパーが湧きました。ラピスラズリが近くにあったらよかったのにね。ラピス入手はもう少し雲の糸を集めてからにしたいんです。さらに11分後、今度はラピスラズリを見つけました。考えてみるとラピスは案外レアなんですよね。500メートル掘っても出てこないことあるし。さらに13分後、またもラピス発見です。レアなのに間隔短すぎ。そろそろ私に入手されたくてアピールしているのでしょうか。まあ粛々と検討しておきます。そうこう考えて7分ほど掘ったところでなんと雲の声が。しかも2匹です。こうもわかりやすいと、さすがに私でもこれは青い羊毛がついに手に入る流れだとわかります。ここで雲のスポナーが見つかったら大きいわね。2匹以上増えてくれてない感じです。
ぶち抜いた洞窟を覗き込んでみたものの、雲は姿を現しません。方向的にはもう少し先でしょうか。さらにまっすぐ掘ったらまたすぐ洞窟をぶち抜き、ようやく一匹目を見つけました。早速真下まで回り込みますが、ちょっと緊張してきました。死んだら失うものが大きいからワクワクするわね。よーし。残念雲の目だけのようです。もう一匹倒しても羊毛まで届かないことが早くも確定です。さて、もう一匹の方も姿を確認できました。少し高い位置にいます。ジャンプすれば届くのかな。そういえば、高さ制限ギリギリの高さでもジャンプするのはありだったわね。行動自由ですからね。まあ、ジャンプするときはうっかり近くのブロックに飛び乗らないように方向キーは押さないようにします。さてと、よいしょっと、なんとか届きました。でも、雲とは戦い慣れてないんですよね。苦手意識があります。焦った。思わずジャンプしてしまいましたって痛い。高さ2段ブロックじゃ安全地帯にならないのか。ちょっと待ってこの通路はモブは許可なく立ち入り禁止になってますって。危なかったです。前にクリーパーに殺された時の反省で、下にブロックを置いて爆風を防ぐことを意識してました。とりあえず雲の糸1本ゲットです。2匹で1本、2匹で1本で20年前のお値段でした。それはわけわからないけど、ともかくあと1匹で羊毛に届く可能性は出てきたわね。ラピス入手を考え始める頃合いです。さて、さらに先を掘り始めたところですが、ゾンビの声がし始めました。今しがたの洞窟ではいたのではないようです。スペースのある洞窟ではモブは数体湧くことが多いですが、ゾンビの声は1体だけ。ひょっとするとクリーパーもセットで湧いているかもしれません。ここならさっきのラピスまでの距離が近いわね。どうしよう。雲との戦いでまだドキドキしてるんですよ。さて、案の定すぐに洞窟を掘り当てたので掘り広げているのですが、声の主発見です。あれ、スライムもいるようです。そういえば今回の企画で、これだけ近くでスライムの音を聞いたのは初めてです。来たー。本命現る。でもさっきの雲の戦いでまだ気が高ぶっているので、操作ミスが怖いです。どうしよう。よし、ここは見なかったことに。それはないんじゃないの？しかし、数分ほど淡々と通路を掘り進めていたら高ぶっていた気が静まってきました。やっぱりトライしましょう。さすが炭鉱夫ね。また気が高ぶってきた。やっぱり先に進みます。ちょっと何を言ってるの？で、また掘ってたら気が静まってきた。己の炭鉱夫の血が憎いです。スライムがいつの間にか不幸に。そうと決まればまずはハート回復です。クリーパー相手ではさすがにハート6つでは心もとないですからね。でも、防具ないしどの道一撃死するんじゃないの？爆破した時のクリーパーとの距離によりますよ。さて、とりあえず邪魔なゾンビは片付けておかないといけないのですが、いつの間にかシャベルを持ったゾンビも湧いていました。まずは来た。まだ2枚ドロップするのか。ゾンビとんでもないですね。で、さらにゾンビがもう1体はいてました。結局3体でしたか。あら、わざわざスライムボールを持ってきてくれてるわね。そういえばさっきのスライムはなんで死んだのでしょうね。結局今回も姿を見ずに終わり、この企画初登場にはなりませんでした。またゾンビ肉2枚ゲット。あっという間に21枚に戻ってしまいました。そろそろクリーパーをと思ったのですが、またゾンビが釣れたようです。
これが久々の手ぶらゾンビでした。打ち止めのようです。さて、いよいよ本番ですね。よし、気づいたっぽいです。あれ？通路上にもクリーパーはいてるし。そっか、1体目の爆破でラピスがアイテム化しなかった時の予備要員はいないといけなかったですね。心配りありがたいです。単に挟み撃ちになっただけじゃないの？さて、いよいよです。プレイ時間もすでに40時間を超えてしまいましたが、初のラピスゲットをかけて。うおー、来た。ついにラピスラズリゲットです。インベントリで赤と青と緑が揃いました。すごいです。役に立ちにくそうな三原色ね。念のためですが通るとき引っかからないようにしておきますね。予備要員の方もご苦労様です。これにて解散となりました。うへ、ふひひ。気持ち悪いわね。うおう、雲？マジ雲？ほんと雲？うおー雲来たーけどまたクリーパー。まあこんなのもうさっくり爆破対処です。よしどうだ？お、1本ドロップで合計3本になりました。まあハートは十分あるので余裕で爆破対処です。さて広い逃しがないか念のため埋めておきます。暗くて見分けづらいんですよね。うえー、うらーんわーんおーん。なんで？最初からずっとこうなる流れだったじゃない。そんなこともわからないなら巻き添えになったエンダーマンがかわいそうよ。なんかエンダーマンごめんなさいです。でもわざとじゃなかったんです。さてそれから10分ほどで拠点に復帰、制限外のはすでに破棄してます。そして備蓄ブロックを回収したところで今回はここまでです。さすがに疲れました。次回はアイテム回収からです。いつも以上にひどいプレッシャーに襲われてますけど、大丈夫でしょうか？黙って首振るしかないわね。それではまたね。バイバイ。